のささやきの朗読やゴールデンウィークになると、私は毎年家族と一緒に祖父母の家に帰省する。山の奥にある古い家で、電車を降りてから車で1時間くらい走らないと着かないような場所だった。近くに店もなくて、夜になると外は本当に真っ暗になる。音もなくて、風の音だけが聞こえるような場所だった。小さい頃はそのうちに行くのが好きだった。虫を捕まえたり、山を歩いたり、夜はみんなでご飯を食べて普通に楽しかった。でも中学生になってからは、どうしてかわからないけれど、あの家に行くのが少し怖くなった。理由はうまく説明できない。ただ、あの家に着くといつも誰かに見られているような気がするんだ。庭の奥の林の方からずっと見られているような気がする。そのことを母に言っても、気のせいだよと言われた。父は、田舎はこんなものだと笑っていた。だけど祖母だけが、夜は外に出ちゃダメだよと毎回同じことを言った。祖父母の家は古くて大きい。使っていない部屋がいくつもあって、2階の奥には子供の頃から入ってはいけないと言われている部屋がある。理由を聞いても、物置だから、危ないから、埃がすごいから、そういう曖昧な答えしか返ってこなかった。その家の柱にはたくさんの傷がついている。背の高さくらいの位置に横線が何本も刻まれている。それは昔、私や父が身長を測った後だと祖父は言っていた。でも線の横には知らない名前がいくつも書いてあった。知らない子供の名前だった。そのことを聞いたとき、祖父は少しだけ黙って、昔、親戚の子を預かっていたことがあるんだ、と言った。でもその割には名前の数が多すぎる気がしたんだ。それにその名前は、どれも線が引かれた後、途中で止まっていた。一番高いところまで線が伸びている名前が一つもなかったんだ。その夜、夜中に目が覚めた。喉が渇いて台所に行こうと思った。廊下に出ると家の中がやけに静かだった。というより人の気配がなかったんだ。両親の部屋を覗くと布団が空っぽだった。祖父母の部屋も誰もいなかった。すると外から太鼓みたいな音が聞こえてきた。ドン、ドンとゆっくりと叩く音だった。音は庭の奥の林の方から聞こえていた。窓から外を見ると林の前に人が集まっていた。暗くて顔はよく見えなかったけれど、祖父と祖母と父と母がいるのは分かった。その人たちの真ん中に白い服を着た子供が一人座らされていた。後ろ姿しか見えなかったけれど、その子の背中の高さがちょうど家の柱に刻まれていた線の高さと同じくらいに見えた。なぜかその時、次は自分の番なんじゃないかと思った。理由はわからないけど、そう思ったんだ。そしてその時に気づいた。家の中に私以外誰もいないはずなのに、2階の入ってはいけない部屋の方から足音が聞こえてきた。それはゆっくりとこっちに近づいてくるような音だった。2階の入ってはいけない部屋の方から足音が聞こえてくる。古い床がギシッ、ギシッと鳴る音だった。家にいるのは自分一人のはずなのに、足音はゆっくり階段の方へと近づいてきた。私は怖くなって廊下の隅に隠れた。息を殺して音を立てないようにした。足音は階段を一段ずつ降りてきた。ミシ、ミシと音を立てながらゆっくりと降りてくる。
そして階段を降り切ったところで足音が止まった。しばらく静かな時間が続いて、それからまた足音が動き出した。今度は廊下を歩く音だった。まっすぐとこっちに近づいてくる音だった。私は見つかったらどうなるんだろうとずっと考えていた。どうしてかわからないけれど、見つかったらもう家に帰れない気がしたんだ。足音がすぐ近くで止まった。襖の向こうに誰かが立っている気配がした。だけどしばらくは何も音がしなかった。でも襖の下の隙間から影が見えていた。それは人の足だった。裸足で爪がやけに長く見えた。その足が少しだけ動いて襖をゆっくりと引いた。私は思わず廊下を走って玄関の方へと逃げた。外に出ようと思ったんだ。でも玄関の鍵が開かなかった。昼間は普通に開いたのに開かなかったんだ。それは外から鍵がかかっているみたいだった。その時外から太鼓の音が止まった。急に外が静かになったんだ。私はまずいと思った。みんな戻ってくると思った。逃げ場がないんじゃないかと思った。ふと今の棚に古いアルバムがあるのを思い出した。なぜかわからないけれど、見なきゃいけない気がしたんだ。アルバムを開くと、ゴールデンウィークの写真ばかりが入っていた。毎年、同じ庭で撮った家族写真。祖父母と父と母と子供が一人写っている写真。でも写真の子供は私じゃない子もいた。知らない子供たちが何人も写っていたんだ。ページをめくるたびに子供が変わっていた。知らない子供、知らない子供、知らない子供。でも祖父母と父と母はいつも同じ顔で笑っていた。次のページをめくる。そこに写っていたのは小学生くらいの時の私だった。その次のページも私。その次のページも私。それは全部ゴールデンウィークの日付だった。そして私は最後のページを開いた。そこにはまだ写真は入っていなかった。空の写真を入れる場所だけがあった。でもその写真の下に紙が挟んであった。その紙にはこう書いてあった。今年。その時玄関の方から家族の声が聞こえてきた。どこにいるの？母の声だった。でもどうしてかわからないけれど見つかっちゃいけないと思ったんだ。あの人たちは私の家族じゃない気がした。足音が廊下に入ってくる音がする。逃げ場はもう2階のあの部屋しかなかった。入っちゃいけない、そう言われていた部屋の前に立った。後ろから足音が近づいてくる。私はその部屋の襖を開けた。部屋の中には大きな仏壇と白い服と、そして床一面に髪の毛が落ちていた。入ってはいけないと言われていた部屋の中は思っていたよりも広かった。部屋の奥には大きな仏壇があって、その前には白い布が何枚もきれいに畳んで置かれていた。部屋の隅には見たことのない古い道具や瓶のようなものがたくさん並んでいた。床をよく見ると長い髪の毛があちこちに落ちていた。黒い髪の毛が束になって落ちている。踏まないように歩こうとしても、畳の上のどこにでも髪の毛があって避けられなかった。仏壇の横に小さな棚がある。引き出しがたくさんついている棚だった。その棚の一つの引き出しを開けた。中には歯が入っていた。白くて小さい歯がたくさん入っていたんだ。別の引き出しを開ける。今度は爪が入っていた。また別の引き出しを開けた。今度は紙が何枚も重ねて入っていた。私はそれを一枚取り出してみた。そこには名前と生まれた日と
それから連れてきた年のゴールデンウィークの日付が書いてあった。そして一番下の行に終わりと書いてあった。すると後ろで音がした。振り向くと部屋の入り口に母が立っていた。だけど母は怒っている顔ではなかった。いつもと同じ優しい顔だった。でもその後ろに祖父と父と祖母が立っていた。みんな何も言わずにこっちを見ている。すると母がゆっくりと部屋の中に入ってきた。そして仏壇の前にある白い布を一枚持ち上げて、これ、あなたのだよ、と言った。頭が真っ白になって何も考えられなかった。どうしてと思った。どうして家族がと思った。するとその時祖母が言った。このうちはね、ずっと昔からこうしないといけないの。祖父が言った。山の神様に返さんと家族が死ぬんだ。父が言った。順番なんだよ。そして最後に母が言った。あんたのために産んだんだから。逃げようとした。でも足が動かなかった。父と祖父に腕をつかまれて仏壇の前に座らされた。そして白い布を頭からかぶせられた。すると布の向こうで太鼓の音が聞こえてきた。あの時外で聞いた音と同じだった。ドン、ドンとゆっくり鳴っていた。母がすぐ近くで言った。大丈夫、痛くないからね。その言い方が小さい子供に言い聞かせるみたいな言い方だったんだ。その時ふと私は思い出した。家の柱に刻まれていたたくさんの名前。途中までしか伸びていなかった身長の線。アルバムの知らない子供たちの写真。みんな毎年のゴールデンウィークにここに連れてこられていたんだと思った。すると外から誰かの声が聞こえた。それは知らない大人の声だった。次の子、もう決まってるのか？その時母が小さな声で言った。次は弟だから。頭の中が真っ白になった。その瞬間私はやっとわかった。だから両親は毎年ゴールデンウィークになるとあんなに嬉しそうだったんだ。旅行に行くみたいに楽しそうだったんだ。みんなが楽しみにしている連休が私は一番怖い。そして多分来年は弟がこの部屋に座る。その時私は写真を撮る側にいる。多分母がそうしていたみたいに。だから私は連休が今でもずっと怖い。これは俺が昔ゴールデンウィークに友人と別荘に行った時の話なんだ。メンバーは俊介、亮、修一、それと俺の4人。俊介の家が山の中に別荘を持ってて、ゴールデンウィークは毎年そこに集まって酒を飲むのが恒例だったんだよ。昼に着いてさ、外でバーベキューをして、まだ明るいうちからずっと酒を飲んでて、ゴールデンウィークだ、酒だとか言って、ほんとバカみたいに騒いでた。それで夕方くらいになって、ずっと飲んでるのも飽きてきてさ、近くにある湖があるから釣りに行こうって話になったんだ。別荘から湖までは歩いて10分くらいだったかな。山道を下っていくと急に視界が開けて湖が見えるんだよ。山の中の湖ってなんか変に静かなんだよな。風の音と水の音しか聞こえないんだ。俺たちは湖の手前の開けたところに座って釣りを始めたんだけど、それが全然釣れなくて。亮は途中から石を投げて遊んでるし、修一は
椅子に座ったまま寝てるし、俊介はずっと湖見てるし、俺も途中からほとんど釣りなんかしてなかった。それで、ボケーっと湖の奥の方を見てたら赤い橋が見えたんだよ。古い橋で人が歩いて渡るだけの小さい橋。車は通れないやつ。で、その橋の手前のところに人が一人立ってたんだ。最初は釣りをしてる人かなって思った。でもその人、全然動かないんだよ。ただ立ってこっちを見てるだけ。俺が、あそこに人いない？って言ったら、俊介も、あ、ほんとだって気づいてさ。そしたら亮がふざけて、その人に向かって手を振ったんだよ。そしたらさ、向こうのやつも手を振り返してきたんだ。でも、ちょっと変だったんだよな。距離はかなり遠いのに、やけに動きがはっきりと見えたのと、亮が手を振ったのと全く同じタイミング、同じ動きだったんだ。なんていうか、振り返してるっていうより、同じ動きをしてるって感じだった。その時は別に気にしてなかった。酒も入っていたし、愛想いい人だな、くらいにしか思ってなかったんだよ。それで暗くなる前に別荘戻って、夜はまた部屋で酒を飲んでた。山の中の夜って本当に暗いんだよ。窓の外は真っ暗で何も見えないんだ。4人で酒を飲みながらどうでもいい話をして、どれくらい時間が経ったかな。多分夜の10時とかそのくらいだったと思う。その時外から声がしたんだ。おーいって。男の声。最初は近くの別荘の人かなと思った。でもその声はどっかで聞いたことがある声だったんだよ。そしてちょっとしてまた聞こえたんだ。おーい、釣れたか？それを聞いた瞬間、ちょっとゾッとした。昼間湖で釣りをしていた時、亮が全く同じことを言ってたんだよ。それも全く同じ言い方で。その時俊介が思い出したみたいに言った。この湖と赤い橋な、昔から呼ぶやつが出るって言われてるんだよ。知ってるやつの声で呼んでくるんだってさ。返事をしたり、探しに行ったやつが落ちたりいなくなったりするんだって。冗談みたいな話だったけど、外は真っ暗だし、さっきの声も気味が悪くて、その時はちょっとだけみんな静かになったんだ。でも酒も入ってるしさ、亮が、じゃあ、肝試しに行こうぜって言い出して、結局懐中電灯を持って、昼間に見えたあの赤い橋まで行くことになったんだ。参道は真っ暗でさ、懐中電灯で照らしているところしか見えないんだよ。湖の横の道を歩いているとき、風もないのに湖の水面だけ、時々、パシャッ、パシャッって音がしてたんだ。誰かが手で水を叩いているみたいな音。それで橋が見えてきて、俺たちはそのまま赤い橋を渡ったんだ。橋の真ん中あたりまで来たとき、また水の音がした。それはすぐ真下で、パシャって。それでなんとなく気になって、俺は橋の手すりから下を覗いたんだよ。懐中電灯で水の中を照らしたんだ。だけど最初は何も見えなかった。でも少し奥の方を照らしたとき、白いものが見えたんだ。最初はビニール袋かなと思って、もうちょっとよく見ようとして光をそこに合わせたんだ。そしたらわかった。それは顔だったんだ。水の中に男の顔があって、こっちを見てたんだ。最初自分でも何を見ているのかわからなくてさ、しばらくは動けなかったんだ。水面に浮いてるんじゃないんだ。もうちょっとした、水の中から上を見ている顔。懐中電灯の光の中に白い顔がぼーっと浮かんでて、それがこっちを見てたんだ。俺は思わず、うわっって声を出して後ろに下がったんだ。
そしたら亮が、どうしたって来て、俺は下に顔があるって言ったんだよ。亮は冗談だと思って笑いながら覗いていたんだけど、数秒して何も言わなくなった。それから小さい声で、本当だって言ったんだ。その声で俊介と修一も覗きに来た。でもその時にはもう何もいなかった。水面が少し揺れているだけだった。しばらくみんな何も言わなかった。周りもめちゃくちゃ静かでさ、風の音も虫の音も何も聞こえないんだよ。聞こえるのは水の音だけ。パシャ、パシャッと誰かが水面を手で叩いているみたいな音。俊介が、もう戻ろうって言って、俺たちは橋を引き返すことにしたんだ。するとその時、後ろの方から声がした。修一？はっきりと聞こえた。修一の名前。みんな止まったけど、誰も振り向かなかった。別荘で聞いていた話をみんな思い出していたんだと思う。少しして今度は前の方から、亮って声。次は湖の方から、俊介。最後は俺のすぐ後ろで、おいって声がした。すぐ後ろ。ほんと耳のすぐ後ろ。でも足音は聞こえてないんだよ。俺たち4人しかいないはずなのに。その時横にいた修一が小さく、え？って言ったんだ。次の瞬間橋の上で足音が一つ鳴って、その直後、ドボンってでっかい音がしたんだ。俺たちはすぐ橋の下を覗いた。懐中電灯で水面を照らしたら、水がぐちゃぐちゃに揺れてた。俊介が何回も、修一って叫んでた。でも返事はなかったんだ。俺は必死に水の中を照らした。その時に見えた。水の中には修一の体があった。でもそれは溺れている動きではなかった。暴れてないんだ。まっすぐのまま下に引っ張られていたんだ。ゆっくり、ゆっくりと、スーって沈んでいった。それでよく見たら、修一の足と腕に手がついてた。白い手。一本じゃないんだ。何本も手があって、修一の体を掴んで、下に引っ張っていたんだ。その手の下、暗い水の中に白いものがいっぱい見えた。それは顔だった。さっき橋の下で見た顔と同じ顔が水の中にいくつもあって、それが全部上を向いていたんだ。橋の上の俺たちを見てた。俺は声が出なかった。気づいたらサイレンの音がしてて、誰かが通報して消防と警察が来てた。俺たちは橋の近くで座って待っていたけれど、誰もほとんど喋らなかった。その時近くに住んでるっていう年配の男の人が来て、湖と橋を見てこう言ったんだ。呼ばれたな。あそこは昔から事故が多いんだよ。でもな、落ちたやつ、みんな同じことを言うんだ。友達の声で呼ばれたってな。落ちたやつはな、次は呼ぶ側になるんだよ。この話を聞いたとき、昼間のことを思い出した。湖で釣りをしているとき、赤い橋のところに人が一人立ってた。亮が手を振ったら、全く同じ動きで手を振り返してきたやつ。あの時俺たち、手を振り返したんだよ。あれは多分、手を振り返していたんではないんだ。次に呼ぶやつを探していたんだ。結局その日は修一は見つからなかった。俺たちはどうしていいかわからなくて、とりあえず別荘に戻った。さっきまで酒を飲んで騒いでいた部屋に男3人で座っているのがなんか変な感じだったよ。誰も酒を飲まなかった。
誰もテレビをつけなかった。ただただ座ってた。夜の外は真っ暗でさ、窓の外を見ても何も見えないんだよ。でもなんか湖の方は見ちゃうんだよな。朝になってもう一回だけ湖の方に行ったんだ。警察とか消防はもういなくて、湖は昨日のことが嘘みたいに静かだった。昼間釣りしていた場所まで行って、なんとなく湖を見てたら、俊介が、あれって言ったんだ。湖の奥、赤い橋のところ、また誰かが立ってたんだ。橋の手前に人が一人立ってた。動かないでずっとこっちを見てる。それを見た瞬間、あ、昨日のやつだって思ったんだ。昼間に手を振り返してきたやつ。亮が小さい声で、手を振ってみろよって言った。俺はやめろって言ったのに、亮は手を振ったんだ。そしたら向こうのやつ、また同じ動きで、同じタイミングで手を振った。それは昨日と同じだった。でも昨日と違うところがあった。俊介がすげえ小さい声で言ったんだ。あれって、周一の服じゃないか。よく見たら橋のところに立ってるやつ、黒いパーカーを着てたんだ。周一が昨日、橋に行った時に着てたやつと全く同じ服だった。その時俺のスマホが鳴った。それは警察からだった。昨日橋から落ちた人、朝下流の方で見つかったって。俺は電話を切ってもう一回橋の方を見たら、さっきまで立っていたやつもういなくなってたんだ。その日の昼に俺たちは別荘を引き上げて東京戻って何日かして週一の葬式に行った。葬式の後、俊介が俺に言ったんだ。あの湖と橋な、昔からゴールデンウィークだけ事故が多いんだって。でな、落ちたやつ、次の年のゴールデンウィークになると橋のところに立ってるのが見えるらしい。釣りをしてるやつとか別荘来てるやつに手を振るんだってさ。それを聞いて俺はちょっと嫌なことを思い出したんだ。去年別荘来た時の写真、みんなでバーベキューしている写真。その写真の後ろに湖が映っているんだけどさ、湖の奥の赤い橋のところに人が一人立っているのが映ってた。その時は、あ、誰かいるな、くらいにしか思わなかった。でも今見るとわかる。その人、黒いパーカー着てたんだよ。周一が橋から落ちた時に着てたやつと全く同じやつ。多分あそこ、毎年いるんだよ。ゴールデンウィークになると、あの橋のところに立って釣りをしているやつとか別荘来たやつに手を振るんだ。それで手を振り返したやつとか、名前呼ばれて返事したやつとか、橋の下を覗いたやつとか、そういうやつが落ちるんだと思う。後から思い出したんだけどさ、週一、昼間に橋のやつに手を振り返していたんだよ。橋の下も覗いてた。名前呼ばれたとき、えって返事もしてた。今思うとあいつだけ全部やってたんだよな。多分ああいうのは一人連れて行くまで帰らないんだと思う。だから、もしこれからゴールデンウィークに山の別荘とか湖とか釣りとかに行くやつがいたら覚えておいた方がいい。知らないやつが手を振ってきても絶対に振り返すな。夜名前を呼ばれても返事はするな。そして橋の下を覗くな。ああいうのは人ではない。あれは次に落ちるやつを探しているだけだから。そういえばさ、今年のゴールデンウィーク、またみんなであの別荘に行こうって話が出てるんだよ。人数が足りないからさ。
これは俺が毎年ゴールデンウィークになると言っていた祖父の山での話だ。祖父は山を一つ持っていて完全な私有地で、周りには他の家もない。車で山道を1時間くらい登ってやっと着くような場所に祖父が建てた小さな山小屋がある。ゴールデンウィークになると俺はそこに行くのが毎年の楽しみだった。昼間は山の下を流れている川でバーベキューをして酒を飲んで、俺は川に入って泳いだり魚を捕まえたりして遊んでいた。その時いつも一緒に来ていたのが俺の愛犬のジャーマンシェパードのアッシュとハクだ。アッシュは体も大きくて気が強くて、いつも俺の前を歩く犬で、ハクはアッシュより少し小さくておとなしくて、いつも俺の横にいる犬だった。昼間は川で一緒に遊んで、肉を焼けば隣に座って待っていて、本当に毎年同じで、毎年楽しい。でも子供の頃からその山に行くたびに祖父に一つだけ言われていたことがあった。夜になったら犬を外に出しておくなって。最初にそれを言われたのは俺がまだ小学生くらいの頃だったと思う。なんでって聞いたら、祖父は少し黙ってから、夜に外に出しておくとな、朝にはいなくなってるんだって言ったんだ。冗談っぽく笑いながら言ってたけど、祖父は山に行くたびに夜になると必ず同じことを言った。犬は中に入れろよ。絶対に外に出しておくなよって。理由を聞いてもちゃんと教えてはくれなくて、昔からそうなんだ。いいから言うことを聞けって、それしか言わなかったんだ。俺はずっと山だから野生動物でも出るのかな。そのくらいにしか思っていなかった。だから毎年夜になると、アッシュとハクは山小屋の中に入れて一緒に寝ていた。そして今年のゴールデンウィークもいつも通り祖父の山に行った。昼間はいつも通り川でバーベキューをして酒を飲んで犬と遊んで、何も変わらないいつものゴールデンウィークだった。でもその年はいつもと一つだけ違うことがあった。異常に暑かったんだ。山の上だから夜は涼しいはずなのに、その日は全然気温が下がらなくて、山小屋の中に熱がこもって暑くて全然眠れなかった。祖父の山小屋にはエアコンなんてなくて、扇風機はあったけれど、生ぬるい風が回っているだけで、とても寝られるような暑さではなかった。だから俺は持ってきていたテントを外に立てて、そこで寝ることにしたんだ。外の方が風があって涼しかったから。でもそのテントは一人用に近いサイズで、アッシュとハクと俺、三人で寝るには少し狭かった。だから俺はテントの入り口のところに紐をつないで、アッシュとハクは外で寝かせることにした。その時一瞬だけ祖父の言葉を思い出した。夜になったら犬を外に出しておくな。でも、まあ一晩くらい大丈夫だろって、その時は本気でそう思ってた。アッシュとハクもいつも通り地面に丸くなって静かに寝始める。夜の山は本当に静かなんだ。虫の声と遠くの川の音しか聞こえない。スマホも圏外で周りに人の気配も何もない。真っ暗で空だけがやけに明るくて星がすっごく見える。俺は川遊びと酒で疲れていたのもあって、テントに入って少ししたらすぐに眠くなってそのまま寝てしまった。どれくらい寝たのかわからない。でも突然で、アッシュのあんなに大きい声初めて聞いた。続けてハクも吠え始めた。ただの吠え方ではなかった。威嚇する時の低くてうなるみたいな吠え方だったんだ。俺はそこで目が覚めた。テントの外でアッシュとハクがずっと何かに向かって吠えていた。時間を見ると朝の4時過ぎだった。
でも外はまだ夜みたいに暗い。その時、犬の吠え声に混じって何かの声が聞こえた。それは猿みたいな声だった。でもこんな山の奥でこんなに低い声で鳴く猿なんて今まで一度も見たことがなかった。俺はテントの入り口を少しだけ開けて外を見る。そして見てしまったんだ。アッシュとハクが吠えているその先に何かが立っているのを。俺はテントの入り口を少しだけ開けて外を見た。最初は暗くてよく見えなかった。でもアッシュとハクが吠えているその先に確かに何かが立っていた。人間じゃない。でも四つ足でもない。暗闇の中に黒い大きな影が立っていた。その影はゆっくりと左右に揺れている。まるでこっちを見ながら様子を伺っているみたいに。その時また声が聞こえた。やっぱり猿みたいな声だった。でも普通の猿よりずっと低くて、喉の奥を潰したみたいな変な声だった。アッシュは前に出て歯をむき出しにしてうなっていた。ハクはテントの前から離れないでずっと吠えている。俺はテントから少しだけ体を出して目を凝らしてみた。そいつはゆっくりと一歩前に出てきた。月の明かりが当たって姿が少しだけ見えた。それはでっかい猿だったんだ。でも普通の猿じゃなかった。異様にでかい。立ったままの状態で多分2メートル以上あったと思う。腕も長くて地面につきそうなくらい長かった。体は猿なのに立ち方が人間みたいだったんだ。そいつは少し前かがみでこっちを見ている。その時アッシュが一歩前に出る。それに反応するみたいにそいつも一歩前に出る。その瞬間、月明かりが顔に当たった。俺はそこで気づいてしまった。そいつの目がおかしかったんだ。最初はよくわからなかった。でもよく見たら目がやたらと多い。2つじゃない、3つでもない。顔に目が6つあったんだ。左右に3つずつ、ブドウみたいに目が並んでいた。その目が全部バラバラに動いている。2つはアッシュを見て、2つはハコを見て、残りの2つはテントの中の俺を見てたんだ。そこでもう一つ気づいた。そいつの顔に鼻がなかったんだ。そして口もなかった。本当に目だけしかついてなかったんだ。俺がそれに気づいた瞬間、アッシュが飛びかかった。それはものすごい速さだった。一瞬で間合いを詰めて、そいつの腕に噛みついた。すると次の瞬間、そいつが叫んだ。猿の声じゃなかった。人間みたいな声だったんだ。でも人間が出せる声じゃないくらい大きくて、山の中に響くくらいの声だった。そいつはアッシュを振り払おうとして腕をブンブン振り回した。でもアッシュは離れなかった。そのままものすごい力で噛み続けた。ゴキッって音がして骨が砕けた音だった。次の瞬間、ブチッって音がしてアッシュがそいつの腕を噛みちぎった。腕が地面に落ちる。黒い血が地面にドバッと落ちた。でもそいつは倒れなかったんだ。腕がちぎれているのに残った腕でアッシュを掴んだ。その時初めて見えた。そいつの腹が縦に裂けたんだ。いや、裂けたんじゃない。最初からそこに口があったんだ。腹に口がある。それは人間の頭がそのまま入るくらいの大きい口だった。その口がゆっくりと開く。そして中に見えたのは歯だったんだ。それも全部人間の歯みたいな歯だった。その腹の口でそいつはアッシュの首に噛みついた。アッシュが初めて悲鳴みたいな声を出す。そしてハクが狂ったみたいに吠え始めた。
俺はその光景をずっと見ていたが、俺は動けなかった。怖くて体が動かなかった。腹の口がアッシュの首に噛みついたまま、ゴリゴリって音がした。血の匂いがテントの中まで入ってくる。その時そいつの目のうちの二つがゆっくりと俺の方を見た。テントの中の俺を見たんだ。そして目が合った。次の瞬間、そいつがこっちに来る気がした。そこで俺は気を失った。気がついたら朝だった。鳥の声が聞こえて、川の音が聞こえて、昨日と同じいつもの山の朝だった。俺はテントの中で寝っ転がっていて、何があったのかすぐには思い出せなかった。でも体を起こそうとしてすぐに分かった。テントの入り口のところにハクが座ってじっとこっちを見ていた。その体にはべったりと血がついてた。そこで俺は全部思い出した。俺は慌ててテントの外に出る。そして少し離れたところにアッシュが倒れていた。もうアッシュは動いてなかったんだ。首のあたりの毛が血で固まっている。近づいた時点で分かった。もうアッシュは死んでいたんだ。首のところをものすごい力で噛まれて血がほとんど抜けていた。そのすぐ横に黒い塊が落ちてた。それは昨日アッシュが噛みちぎったあいつの腕だった。人間の腕より少し長いくらいの腕で黒い毛に覆われていて、指も長くて爪はナイフみたいに尖っていた。でもその腕のちぎれた断面からは赤い血が出ていて、ちゃんと肉の腕だった。夢じゃなかったんだ。ハクはアッシュの死体の横に座ってずっと動かなかった。時々アッシュの顔を舐めていた。その日のうちに祖父を呼んで事情を話してアッシュを火葬することになった。祖父は俺の話を聞いてもあまり驚かなかった。火をつけてアッシュを燃やしている間、祖父はずっと黙って山の奥を見ていた。そしてしばらくして祖父が小さな声で言った。あれを見たのか？俺が何も言えないでいると祖父は続けて言った。あれはな、この山の守り神みたいなもんだ。俺は思わず聞いた。守り神って、あれが？祖父は少し黙ってからこう言った。神様かどうかはわからん。でもな、この山には昔からあれがいるんだ。そしてなぜだか知らんが、犬がいるときだけに出てくる。そして犬を一匹連れて行くんだ。殺して食ってるのか、どこかに連れて行っているのかはそれはわからん。でも昔からずっとそうなんだ。祖父も昔、犬を連れて行かれたことがあるらしい。祖父の親父、つまり俺の曽祖父も同じことを言っていたらしい。夜は犬を外に出すなって。そして祖父は最後にこう言った。お前は2匹連れて行ったろ。1匹やられたってことは、もう1匹は身代わりがいたってことだ。その言葉を聞いたとき、ハクがアッシュの骨を埋めた場所の前で小さく遠吠えをした。その声は山の奥の方に向かってずっと響いていた。それから俺はもう祖父の山には行っていない。祖父に言われて、あの時アッシュが噛みちぎった腕は木の箱に入れて今も俺が持っている。俺を守って死んだアッシュの証だからだ。あれから何年も経つけれど、一つだけ不思議なことがある。アッシュの墓の前に行くと、ハクは必ず遠吠えをする。毎回同じ方向、山の方を向いて遠吠えをするんだ。まるで、ありがとうって言っているみたいに。それとも、今でもあいつがあの山にいるって分かってるのか。そして俺は今でも時々思い出す。あの時、最後に目があったあいつの目。6つの目のうちの2つが
ずっと俺を見ていた。あいつは多分気づいている。あの時そこに誰がいたのか。そして俺は今も持っている。あの時アッシュが噛みちぎったあいつの右腕を。